老化の研究を調べて最初に驚いたのが、老化は運命ではなく介入可能なプロセスだという現代科学の見方でした。テロメア、エピジェネティック時計、ゾンビ細胞、聞き慣れない言葉かもしれませんが、細胞レベルでは老化の原因がかなり解明されてきています。そして何より驚いたのが、30代から始められる対策がすでにあるということです。今回はそのメカニズムと対策を一緒に追いかけます。2013年に科学誌「セル」が老化の9つの特徴を発表して、2023年には12に更新されました。テロメアの短縮、ゾンビ細胞の蓄積、ミトコンドリアの機能低下、エピジェネティクスの乱れ、こういった変化が体の中で同時並行で進んでいます。そして一つ重要なことがあります。歴年齢、つまりパスポートに書かれた年齢と生物学的年齢は必ずしも一致しないんです。同じ60歳でも体の追い方にはかなりの差があります。なぜそうなるのか、今回はそのメカニズムを順番に追いかけます。まずテロメアの話からです。染色体 DNA が巻きついた棒状の構造体ですが、その両端にはテロメアというキャップがついています。靴紐の先端のプラスチックのチップありますよね。あれと同じ役割で染色体の末端を保護しているんです。細胞が分裂するたびにこのキャップが少しずつ短くなります。1961年、生物学者のレオナード・ヘイフリックは、正常な人間の細胞は約50から70回しか分裂できないと発見しました。これをヘイフリック限界と呼びます。テロメアが短くなりすぎると細胞は分裂をやめ、やがて老化細胞、後ほど詳しく説明するゾンビ細胞になります。このテロメアを伸ばす酵素がテロメラーゼです。テロメラーゼを発見した研究が2009年のノーベル生理学医学賞につながりました。分裂を止めた細胞は老化細胞、通称ゾンビ細胞になります。本来なら役目を終えた細胞は自ら死んで消えていくはずなのですが、ゾンビ細胞は死なずに居座ります。そしてここからが問題です。このゾンビ細胞がサスプ、炎症性の物質を周りに分泌して近隣の正常な細胞を巻き込みます。2011年、ベイカーらはマウスのゾンビ細胞を遺伝的に除去することで健康寿命が延長し、白内障や筋肉の衰えが改善することを示しました。これがセノリティクス、老化細胞を選択的に除去する薬の研究の出発点になっています。次にエピジェネティック時計の話です。少し難しい言葉が出ますが、ゆっくり説明します。エピジェネティクスというのは DNA 配列そのものは変わらないのに、どの遺伝子をオンオフするかが変化する現象です。いわば遺伝子の使い方の変化と思ってください。その変化の一つが DNA メチル化。 DNA 上に化学的なタグがついたり外れたりすることです。2013年、スティーブ・ホルバスは DNA の353箇所のメチル化パターンを読み取ることで生物学的年齢を計算するアルゴリズムを発表しました。これがエピジェネティック時計です。歴年齢60歳でもこの時計で測ると50歳相当の人もいれば70歳相当の人もいます。重要なのはこの時計の値が高いほどがん、認知症、全死因、死亡のリスクが上がること、そして運動、カロリー制限、地中海食でこの時計を遅らせることが実際のデータで示されています。ここまで老化の細胞レベルのメカニズムを話しました。染色体の端のキャップが短くなる、遺伝子の使われ方が変わるなどの複数の要因が重なり合って老化が進行する。生物学的年齢を雰囲気で示すのではなく、ちゃんと数値化する方法があることには驚きました。後半は長寿の実現方法、そして日本の長寿科学について説明していきます。
細胞の中に mTOR というシグナル分子があります。栄養センサーと呼ばれることもあって、体が今栄養が豊富だと感じた時に活性化して細胞の成長増殖を促します。一方、食事を控えて mTOR の活性が下がるとオートファジーが起動します。オートファジーとは自分自身を食べるという意味のギリシャ語由来の言葉で、細胞が古くなったタンパク質やゴミを分解して再利用する自己クリーニングの機能です。2016年のノーベル生理学医学賞を受賞した大隅良則先生がこの機構を解明しました。この機能は加齢で低下することが分かっていて、アルツハイマー病やパーキンソン病との関連が研究されています。2009年には老いたマウスにラパマイシン、mTOR を抑える薬を与えると寿命が最大 14% 延長することが示されました。ラパマイシンはもともと臓器移植の拒絶反応を抑える薬として使われているものです。カロリー制限の研究は1935年に始まります。マッケイがラットの食事量を30から 40% 減らすと寿命が 50% 伸びることを示しました。これ以来カロリー制限は老化研究の中心テーマになっています。そして人間での検証が NIH アメリカ国立衛生研究所主導のカロリー試験です。健康な成人が 25% のカロリー制限を2年間続けると炎症マーカーが低下し、先ほど紹介したエピジェネティック時計の値まで若返ることが確認されました。でも 25% って現実的と思いますよね。そこで注目されているのが間欠的断食、特に16対8断食と呼ばれる方法です。1日のうち16時間は食事をせず8時間の間に食べるというシンプルなやり方です。体重、インスリン感受性、炎症マーカーへの効果が複数の研究で示されています。インスリン感受性とはインスリンに対して体がきちんと反応できる度合いのことで、これが下がると糖尿病のリスクが上がります。100歳以上の110社の遺伝子を調べると FOXO3、フォークヘッドボクソー3という遺伝子の特定の変異が長寿と関係することが2008年に報告されました。FOXO3 はインスリンや IGF-1 成長因子と呼ばれるシグナルを調整する遺伝子で、細胞のストレス応答を高める働きを持ちます。ただ遺伝が長寿に占める影響は約25から 30% と言われており、残りの70から 75% は生活習慣で決まります。そこで注目されるのがブルーゾーンです。ジャーナリストのダン・ビュートナーが提唱した概念で、世界で長寿者が集中する5つの地域、日本の沖縄、イタリアのサルデーニャ、ギリシャのイカリア、コスタリカのニコジャ半島、カリフォルニアのロマリンダを指します。これらの地域には4つの共通点があります。植物性中心の食事、日常的な中強度の身体活動、強い社会的つながり、そして目的意識。沖縄では生きがいと呼ばれているものです。どれも遺伝子ではなく、今日からの選択で変えられることです。日本は世界最長寿国です。女性の平均寿命は 87.14 歳で世界1位、男性は 81.09 歳です。ただここに大きな課題があります。平均寿命と健康寿命のギャップです。健康寿命とは介護を必要とせず自立して生活できる期間のことです。この差が女性で約12年、男性で約9年、つまり人生の最後の10年前後は何らかのケアが必要な状態で過ごしている方が多いということになります。2025年、いわゆる団塊の世代が全員75歳以上になる2025年問題は、すでに医療・介護の現場に大きな圧力をかけています。
厚生労働省は健康日本21第3次として2024から2032年の国家目標に健康寿命の延伸と健康格差の縮小を掲げています。長く生きるだけでなく健康に長く生きること、これが現代の老化科学の最大のテーマです。では今日からできることは何か。現時点でエビデンスの強いものを整理します。最も証拠が積み重なっているのが次の4つです。1、有酸素運動、ウォーキング、ジョギング、水泳などミトコンドリアの機能を改善し、テロメアを維持し、エピジェネティック時計を若返らせる。週150分が目安です。2、筋力トレーニング。加齢で筋肉が失われるサルコペニアを防ぎます。サルコペニアとはギリシャ語で筋肉の貧困という意味で、30代以降から対策が大切です。週2から3回が目安。3、睡眠。7から8時間プラス深い睡眠。眠っている間、脳ではグリンパティックシステムが働いて老廃物を洗い流します。特にアルツハイマー病の原因物質の一つ、アミロイド β の除去が睡眠中に行われます。4、地中海食、マインド食。野菜、果物、魚、オリーブオイルを中心とした食事パターンで、認知機能、心血管への効果が最も多くの研究で確認されています。ゾンビ細胞を選択的に取り除くセノリティクス、mTOR を抑えるダパマイシンは有望ですが、人間での長期データを積み重ねている最中で、日常的な使用を進める段階ではありません。また、大量の抗酸化サプリ、ビタミン C、E の大量摂取はむしろ運動効果を妨げるという研究もあり、根拠は弱いです。老化は止められません。でもそのスピードは変えられます。ゾンビ細胞の蓄積を遅らせ、エピジェネティック時計を若く保ち、ミトコンドリアを活性化させる。これらはすべて今日の選択が関係しています。コメントで教えてください。老化で一番気になったことは何ですか？若返りの研究の最前線、幹細胞、クリスパーとの関係もこのチャンネルで続けて取り上げる予定です。チャンネル登録してお待ちください。いいねもお願いします。